お、なんかいろいろでかくなってる。やっぱり雨の後は育ちますね。ああ、ブロッコリーも。ブロッコリー。ああ、レタスがなんかやられちゃってんな。長めにされすぎたのかな。あ、これみょうがじゃないかな。あ、本当だ。球根植えるの見てたから嬉しいですね。うん。パクチーが。だ。なんか雑草がすごいな。一見見分けがつかない。そうですよね。このギザギザのがパクチーです。そう。抜いても抜いても入るんでしょうね。まあそれだけ土に栄養があるっていうことにしましょう。何なんですか雑草って。種があるんですかねえ。でも雑草という名前の草はないらしいですよ。今抜いてるやつなんてやつ。これ、雑草です。雑草じゃん。頑張れパクチー。諦めた。いや諦めてない。引いといて。こういう肥料って何なんですか。何でできてるんですか。これはカルシウム、硫化カルシウムとかじゃないかな。窒素、リン酸、カリ。なんかリンとかこの窒素っていうのは昔人間が作れなかったんだけど、ハーバーさんとボッシュさんっていう昔のドイツ人だったっけな、第一次大戦の頃の科学者が空気中からそれを作れるようになって、それでめちゃくちゃな農業革命が起こって、肥料、自然の肥料を作れるようになった。化学肥料か。だから生産性が上がったんだけど、このハーバーさんだかボッシュさん、ハーバーさんかな、ボッシュさんかな、毒ガスを作っちゃって、その昔第一次大戦中に、で自分の科学がその結局人を殺す羽目になったっつって、しんどい晩年を迎えたっていう。バジルは清涼感あるから、夏パスタとか作った時にいっぱい取れるとすごいありがたい。トマトとすごい合うし。じゃあお昼ご飯でも作りますか。お願いします。ちょっとタンパク質欲しいなと思ってたんですよ。あ、でもタンパク質お昼はやんないですよ。お昼このラディッシュとインゲン茹でて終わり。なんでそんなお昼あります？そんなもんですよ普段は。ラディッシュとインゲン？ごめんよ。来る？しまった。ああ、来た。わあ。ああ。待った。ドロドロ。下がびちょびちょですもんね。そう。それはドロドロになる。そう。これラディッシュをどうぞお召し上がりください。はい。これ昨日の取れたてだから、変に辛みもなく甘くて美味しいです。どっかで取ったんですか？取れたてをもらった。岡部さんち。
本当に塩茹でですか？うん。しーちゃんお部屋入んの？もうちょっと前出ていただいて。よいしょ。はい。ああ、そうだ。今日キノコ運びますか。はいはい。前の平竹ですか？そう。結構重労働だな、そうなると。奥の林の中入れるので。ほう。だから軽トラであそこまで行って、軽トラに積んで、軽トラごとここまで来て、そこから下ろして林の中。軽トラそこ行ける？はい。あ、そっか、なんかボコボコのやつをどかして。私の愛車ボコボコのやつって言った。上がるわけ。そう。はい。僕は撮ってるだけなんで大丈夫です。いやもう2本ぐらい運ぶの取れたら全然絵的にはやってる感出るから、やってる感芝居で出せるし。めちゃくちゃ怖いな。こんなんでしたっけ？うん、いっぱいありますけど。これ何植えたやつでしたっけ？これはなめこかな。なめこ。うん。この、梅雨入る前、ゴールデンウィーク明けぐらいで、どんどん気温は上がってきて、で36度以上だったっけな、になると菌が死んじゃうらしいので、ちょっと涼しいところに移動させるんです。へえ。これ全部ですか？運ぶの？そっちにあるのがすごい量ですよ。うわ、大変ですね、一人で。おやおややっぱり減量中の坂上さんにちゃんと山でも動いてもらうように、坂上さんが来たらやろうって坂上さんのためを思って待ってたんですよ。そうなんだ。ほらカメラ止めて。なるほど。結構ありますね。動いてます。はい。お、心型。食べるの？いや違うよ。撮影します。クワガタ。ああ、本当だ。ああ、はい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 。免許取ったの何歳ですか？21かな。21、そこから割とずっと乗ってるんですか？まあそうですね。ただマニュアルは、やっぱ東京じゃ乗る機会なかったからこっち来るようになってですね。もう、重そう。
休憩ですか？ゴープロ撮りに。ああ。座ってようかな。すごい。撮らなくていいんですか？なんて言うかな。仕事座ってたらなんて言うと思います？一言もここ来て。ちょっと予想してみよう。うん。あれ坂上さん。わーい。結構上ですか？置いたの。まあ水源よりちょっと上。こちらの後ろに置いて。暑いですね。もう取らないの？外れちゃった。もう取れたと思ってる？行きます。戻ってきちゃうから。いや、まあお座りください。どうしたいや暑いなと。暑いよ。暑い。暑い。水分補給しないと。言ってなかった暑いよって。言ってなかった僕。あ、そっか。それ申し訳ないことしたら。誰か繊細だから。そっか。いいもんね。こんな重かったっけ？それ桜。一番左から。よいしょ。あ、失礼。ああ、終了。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。ああ、すごい本当。これもう少ししたらあっちに移動してでなぜ？こういう黒いビニールのほどかけて鹿さんとかに食べられないように、もう少しって。まあ夏？ああ、夏ね。よかった。一滴シャワーとかいら今日じゃない。よーし、キッチンドランカーやりますか。はい。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。リミかかってんだね。あとわだこの足元のドロドロなんとかならんですかね。そうなの。料理するからちょっと待っててね。もうドロドロ。もうドロドロ。リビングが浸水してるっていうことですよね。そう、リビングが浸水しても人は生活できるということですね。ほいで今日の献立は水菜のサラダ、猿の塩コショウ焼きと猿のトマト煮込み。これ麻婆ナスじゃないですね。麻婆ナスじゃないですね。ああ、そう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 あれそうだ、すっかり。猿のなんか麻婆ナスっつってましたもんね。はいはい。でも猿はどうしたんですか？猿は取りました。おお。猿って取っていいんですね。猿って狩猟鳥獣じゃなくて、かつ今猟期じゃないし、天然記念物に指定されてる地域もあるんです。ただ害獣被害っていうことで鹿イノシシに次いで3位かな、被害が多いから、行政が取ってって猟友会に委託する場合もあって、うちの猟友会もその委託が来てたから、
だから僕が撮ったんですけど。でも写真送ってもらったじゃないですか。猿の？はい。本当何か分かんなかったですね。ですよね。なんかでも関節がなんか鹿じゃないなっていう感じはなんかあったんですよ。曲がってる感じが。僕もさばいて、全部毛を剥いた時に、普通に小動物にしか見えなくて、それこそハクビシンやキツネや、なんかパッと見猿感がないというか、でさばいてても思いました。なんか猿って人間に近いような気がして、でもこれ結局逆説的に人間も動物なんだなと思って、それをすごい感じました。内臓脂肪が黄色いんですよ。でよくというか以前外科医の友人も、人間って手術の時に体開くと脂肪って黄色なんだよって言ってたけど、それはね他の動物とはの違いとしてあったけど、で胡椒、美味しそうな匂いするの。でちょっとお塩、ほんのちょびっとナンプラー、結構入っちゃった。なんかやっぱ冬と違ってこういう緑緑した葉物野菜が食卓に増えましたね。今もらい物がこうやって葉物野菜だったり自分のところで取れるのが葉物野菜になってくるのは季節の移り変わりを感じますね。たまにマジのトンってこういう風流人っぽいこと言うから、なんとも言えないですよね。そうですね。そういうことも言えるんだって。そうそう、本当に思ってんのかっていう疑念を抱く。でごま。初めて猿取ったんですか？猿初。やっぱなんか鹿を取る時とかとやっぱ違います？違う。なんか猿去年も、そのうちの猟友会に1頭取ってっていう依頼が来てて、で誰も猿取ったって食わねえから、東で取っていいよって言われて、取りますって言ってたんです。ただ猿の群れの移動距離も結構遠いのと、あと猿の習性をあんまり勉強してなかったから、路上で猿を見かけることはあっても、今猿どの辺にいそうだなって分かんなかったんですよ。だから猿狙いで山入って猿いないから鹿取って帰ってくることとかあったんです。でもう猿いつか取れたらって思ったら、今回山行った時にやっぱり偶然いて、大きな群れだったんですよ。鹿とかイノシシって、結構ここにいるだろうなとか、前日こういう天気だったからとか、寒かったからとか、そういう気象条件だったり季節だったり、その今まで数日間連続的に見てる足跡だったり、そういうものでいそうなところを見当つけて山入って、やっぱりいたって言って取るんだけど、多くの鹿やイノシシみたいな野生動物はこっちに気づくと逃げるんです。ただ山で狙ってはいなかったけど偶然居合わせた猿が群れでいて、結構逃げなかったんですよ。その中で僕に威嚇してる猿がいて、それがかなり体が大きくて、撃ったんですけど、威嚇してる最中のを撃ったんです、こっちは。でも野生動物に気づかれて、逃げるところを立ち止まったところを撃ったとか、気づかれる前に撃ったとかっていうんじゃなく、向こうは鉄砲っていう文明の利器で撃ってくるとは思わないぐらい進化が追っつかないし、もしかしたら昔の猿の方が警戒心強かったのかもしれないけど、今の猿って猿撃ちをする人がいないから、まさか自分が撃たれると思ってない、こっちに威嚇してる歯向かってる状態のを飛び道具で撃つっていうのは何かと思って、猿撃ちをやりたがらない先輩漁師さんとかいて、よくなんか狙うと拝まれるとか、
こうさんって手を挙げるとか、あと撃った後に周りの群れからわーってこいつだとか言われるとか、いろんな話聞いてきたけど、それらも結構らしいよっていう話ばっかりだったんです。ただ実際撃ってみたらやっぱり僕の銃で向こう体そんな大きいわけじゃないから、ストーンって一発の即死で、でバッて見たらもう誰もいないんです、周りに。さっきまでキーキー言ってたのが。で拝むとかなんかそういうこともなかったし、あ、これがリアルなんだって思ったけど、猿打ちやったことがある漁師さんに、それこそ中澤さんに以前どうですかって聞いた時に、いやーあんまいいもんじゃねえよって一言言いにくそうにおっしゃってたけど、なんかわかるわって思いましたね。ただ肉はうまい。まあ僕も昨日一部分しか味見してないから、今日後ろ足といいところのセロースをしっかり料理して食べようと思うから、また印象は変わるかもしれないけど。足ですね。これ後ろ足。これちょっとわかるかな、脂肪が黄色いんです。ああ、はいはいはい、本当だ。本当だ。黄色い。なんか脂肪の中にビタミン A を蓄えられるから黄色いって聞きます。人間も黄色いらしいんですけど、僕ら霊長類だからそうなってるんですかね。さばき方はやっぱ他の獣と一緒ですか？いや、一緒、あ、そうですね、一緒ですね。前足の関節、よく腕を使う動物、げっ歯類、ヌートリアとか、クマとか、まあリスはさばいたことないけど、前足を使う動物っていうのは、肩関節がちょっと複雑でって、それは確かにちょっとだけ複雑だったけど、でもほぼほぼ一緒です。ああ、でも分かんないか、これじゃまだ。なんかね、オスだったんですけど、変な話、年のいったオスって大体鹿だってイノシシだってその種族の匂いが強くなるっていうから、多分人間もそうだと思うんですけど、だから山でパッとその遺体を取った時に、臭いかなと思ったんですよ。そしたら山の獣の匂いがするんですよ。なんか猿特有の匂いみたいなのは全然なくて、多分山で住んでる限りは鹿やイノシシやリスや他の山の動物たちと同じようなもの食べてるから、同じような体臭になるのかな。でも決して嫌な匂いじゃなかったんです。この辺はもうマグロの赤身みたいですね。野生肉だから、草食動物だとて生で食べた時に絶対に当たんないってことはないんですけど、でも草食動物、まあ鹿とかはね E 型肝炎とか言ったりするけど、そのリスクを承知で僕は草食動物は生食することはあるんですけど、
猿は雑食だから、はい。やっぱり生食はしないですね。熊は繊毛症って言って、はい。皮膚の下にその寄生虫がいて、それを食べると人間にも移ったりっていうのがあるんですけど、稀に生で。はい。でもまず猿生で食う人がいないから、それで当たったって分かんないですもんね。当たったって言いたくないし。猿か。猿ですよ。ちょっと麻婆ナスにするにしても、はい。猿の味が分かるように大きめに切りますね。あ、はい。でもうまそう。非常に。これだけ取ってると何の肉か分かんないですけどね。やっぱツナの味付けがいいんですかね。いや、もともとのツナがいいんですね。もともとのツナが。肉は先にちょっと塩コショウしときます。はい。いただき物のニンニク。麻婆が好きなんですか？はい。大好きです。食べたくて食べたくて。もういいよ。でも嬉しいっすよ。この普段料理しないものをオーダーしてくれるのは。ああ、本当ですか。それは良かったです。よかった。ナス大量ですね。いっぱい作ればはい。食べれるじゃん、いっぱい。普通のこと言ったの。気づいた？何油？中華鍋にたっぷりのごま油。おお。ホワジャオ、花山椒、唐辛子、ニンニク、猿。風味トーチ。おばさんの顔とか書いてあったりする。300円ぐらいのやつ。で、豆板醤。豆板醤も買わないとな。甜麺醤っていうのが甘いので、甜麺醤。オイスターソース切らしちゃったから、香り付けにナンプラー、日本のお味噌。ナス。ソースがないから、ハイチュウ。
どうですか？うまい。いいんじゃない？あ、出た。何言ってたって。思いつきだ。目に入ったやつを入れるパターン。違います？いや、そうですよ。ちょっとだけお砂糖。おお。いい。はい。わあ。春の麻婆な。ちょっと待って。はい。炊きたてのご飯に炊きたてのご飯に作りたての猿麻婆ナス。いただきます。うん、うまい。へえ。うん、合いますか？うん。キツネほどの個性はないけど、はうまい肉です、猿は。へえ。肉の中ではかなりうまいですね。うん。種族の中で。へえ、そうなんだ。辛くないですか？いや、そんなに。このコチュジャンとか甜麺醤とか、はい。お味噌みたいなはい。まったりさもあるけど、このホワジャオってはい。山椒と、唐辛子がピリッとするから、非常に飯が進む。おー。肉ははい。鶏肉ぐらい個性っていうか、主張がなく淡白なんだけど、はい。でも野生肉の硬さはある。ただこの前のロードキルのハクビシンみたいなガシガシ系でも、痩せたイノシシみたいな噛み切るの大変みたいなことではなく、素直です。素直な肉、猿は。硬さはあるけど、噛んでもそんなに反発してこないし、歯に挟まるような感じもない。いや、うまい。汗止まんないけど。確かに汗だく。
まい。あーうまい。こいつはうまい。へえ。お召し上がりください、どうぞどうぞ。はい、ありがとう。麻婆キツネの方がキツネが個性があるからそれとすごいマッチする感じはあるけど、これは普通にうまい。はい。私可愛いの。そう。猿の匂いする？いやマジで麻婆猿食ってください。マジでうまいから。へえ。麻婆ざる。麻婆ざるナスですか？麻婆ナスざるですか？どっちですか？麻婆猿じゃないですか。麻婆ざる。ナスは？タイトルどうしようかな。ああ、なるほど。思ってねえだろ。ちっちゃんダメ。ちっちゃんダメよ。猿ナスまだやってんの？終わったよ。出たのに。猿多めにも猿ナス麻婆。麻婆っていうのがさ、これの雰囲気なんでしょ？だって麻婆ナスか麻婆豆腐っていうのは似たり寄ったりじゃん。だから麻婆ざるナスってことなんじゃない？猿麻婆ってことじゃない？猿麻婆ナス。猿麻婆ナス。ちょい硬いですね。ちょい硬。ちょい硬。けどガチガチじゃないですもんね。何がじゃんの。でも癖がなさすぎて普通にうまい肉ですよね。なんかちょっとちょい臭い感じますね。嘘？どんなどんな？ですか？どんな？どんなだろう。なんかちょっと臭みというか。嘘？昨日また人によって違いますね、感じ。僕キツネの時全然感じなかった。猿ちょっと感じます。キツネは特に癖感じやすい。食べたいな。人によってなんですね。